どうもこんにちは、福山茂です。今回の YouTube のテーマは映画鑑賞の副産物です。今回の内容について、1、僕と映画の関係。2、映画鑑賞の副産物、感性を磨く。3、映画鑑賞の副産物、教養を身につける。4、週に1回は映画鑑賞はいかが。これらについて説明していきます。1、僕と映画の関係。僕は20代の頃、映画監督を目指していました。専門学校を卒業して理学療法士の仕事に就いたんですが、いろんなことが重なって違う職業もやりたかったのではと悩んだ時期がありました。その時、映画監督に興味を持ち、行動を開始しました。具体的な行動としては、短編映画の制作を3作ほど、役者さんや制作関係者との交流、映画のワークショップで脚本の学習、届け出を出してカンヌ国際映画祭を現地で見学などを行っていました。ある時ふと思ったことがありました。夢を持つのはいいが、まずは目の前のことをちゃんとやろう。この思いがきっかけになり、現職である理学療法士としての訪問リハビリに熱中しました。そして考え方が変わってきて、訪問リハビリの方を頑張りたいという思いになりました。映画の活動は中止にして映画鑑賞も激減しました。映画鑑賞が激減した理由は、理学療法士の仕事や勉強に集中したかった。映画は挫折したように感じて距離を置きたかったというのがありました。現在僕は訪問看護ステーションの会社経営開始に向けて行動中です。正直やることが多くて驚いていますが、スケジュール調整をして映画鑑賞を再開しています。週に2本は鑑賞してブログで紹介しています。ブログのリンクは概要欄にあるので、よかったら見に来てくださいね。映画鑑賞を再開した理由ですが、映画鑑賞はストーリーを楽しむ以外に副産物が多いことを再確認したからです。前置きが長くなりましたが、ここからは映画鑑賞の副産物について説明していきます。2、映画鑑賞の副産物、感性を磨く。まず一つ目は、美しいものに触れる。コメディやホラーなどジャンルによっては違いますが、美しいものに触れる機会が多いです。美しい役者、美しい景色、美しい音楽、美しい衣装など、美しいものに触れることができます。次に2、表現力を身につける。役者さんが行っている演技を見る中で、言語や体の動かし方など表現のレパートリーが増えます。そして3、想像する機会を得る。映画によっては演出としてはっきりとわからない作品があります。この人は何を思ってこの行動をしたのか、想像する機会を得ることができます。3、映画鑑賞の副産物、教養を身につける。まずは1、海外の映画であれば語学の勉強になる。僕は英語がペラペラではありません。ただ、よそ見をしているときに英語のセリフを聞き取れることがあります。じわじわではありますが、僕は英語の勉強になっているのではないかと思っています。字幕を見ながらヒアリング、皆さんはどうでしょうか。次に2、時代・地域における異文化・異業種について学べる。フィクションではあるが、歴史、国内外、職業について学べれます。例えば、戦争映画では戦時中、時代劇であれば日本の歴史について学べれます。現代の内容でも違う国や地域での文化を感じますし、自分とは違う職業の様子を覗き見することもできます。もちろんフィクションが多いので、全てが正しいわけではありませんが、疑似体験の機会になります。そして3、人間関係の勉強になる。これは脚本の勉強をしていた時に学んだ大きなことです。フィクションだとしても、キャラクターの設定と言動が不一致だと大きな違和感になります。なので、キャラクターと言動の関係性を映画では描いているのです。そして人間関係の対立や環境の変化で主人公が変化していく様子がストーリーになります。〇〇だったけれど三角三角と出会い、
四角四角するようになってほにゃららになったというようにです。映画は人間関係を描いています。なので映画を見れば人間関係の勉強になります。4. 週に1回は映画鑑賞はいかが？映画鑑賞にはリスクがあります。2時間かけて見たけれどストーリーが面白くない、よくわからない、時間が損した。こういう経験はあるのではないでしょうか。また世間が高評価、知人が高評価の映画が自分の好みとは限りません。そう思って映画鑑賞が減っている方がいるかもしれませんね。まずは映画を見てみましょう。見ないと好きな映画には出会えません。もし見た映画の内容が面白くなかったら他の副産物をフォーカスしてみましょう。そうすると2時間が有意義になります。映画鑑賞の副産物が現実の世界で思わぬ機会を作るかもしれません。今回は映画鑑賞の副産物について説明しました。もし何から見たらいいかわからない人は映画館のホームページやアプリのホーム画面でパッと出たものを見たらいいかもしれませんね。いいタイミングで目の前に来ることはありますから。今回の動画が皆さんにとって良い機会になったら幸いです。以上です。ご視聴ありがとうございました。今後も一緒に人生資源について勉強しませんか？もしよかったらチャンネル登録のボタンをクリックしてください。それではまたよろしくお願いします。